皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の12月の17日、火曜日ですね。時間が珍しくほぼ予定通りで日本時間の夜の9時5分ということで、非常に何ヶ月ぶりかなんかで、予定通りの放送開始となりましたと。ワイワイニュースライブ今日の放送は通算で2902回ということです。現時点で、音声も映像も問題なく配信されているということです。今日のメインテーマですけど、昨日の続きですね。昨日の続きで、三位一体の国民資産横領のからくりと、そのナンバー2です。続き、市民革命政権が政府、日銀、民間銀行による三位一体の国民資産横領のからくりを廃止するとどうなるのかということで、ナンバー2ですね。ということで今日の放送を始めたいということです。昨日の放送のメインテーマですね。政府、日銀、民間銀行が三位一体で国民を騙して国民資産を横領するからくりとは何か、ナンバー1ということで、YouTube 向けの表紙をですね、こういうふうに作っていただきました。国民資産の横領のからくりは何かということで、三位一体、政府と日銀と民間銀行と、これが共謀して、国民資産を巧妙に横領しているというナンバーという内容なんですね。ナンバー1ですね。現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが261名様、YouTube が305名で、全部で566名様ということです。今日の画像ですね。これは昨日、プリントアウトするのを忘れまして、取り上げる掲示できなかったんですけど、これ共同通信が12月の15日、14、15に世論調査をした結果ということで、電話による調査と、携帯も含むということらしいんですね。それで、1年ぶりにですね、不支持率が支持率を上回ったということで、これですね、不支持が 43.0、支持が 42.7% ということですね。で、これを見て、そうかと、納得だという日本国民は多いと思うんですけど、騙されてはいけないよと。この数字自体が全くのでっち上げだということですよね。で、ちょうどですね、アメリカのトランプ大統領の支持率世論調査の結果が出たんですね。これは今日付の AFP 日本語版の記事なんですけど、トランプはずっとですね、不支持率の方が高かったんですけど、ようやく今までの支持率最高の 43% になったと。それの原因っていうのは、弾劾、大統領弾劾に直面してるんですけど、それを上回るほど、要するにアメリカの経済が好調だと、絶好調だと。株価が最高値をダウジョーンズですか、最高の価格を示したということで、アメリカ経済の好況を背景にして、大統領弾劾に直面しているにもかかわらず、トランプが最高の 43% になったと。そうするとトランプが 43% と同じ内閣支持率 42.7% の安倍晋三、じゃあアメリカみたいに、景気が絶好調なんですかということですよね。
逆なんですよね。安倍が今直面しているのはさまざまなスキャンダル、疑惑、権力犯罪等々、そして景気がですね、不景気がずっと続いていると。で、今年の2019年の IMF の日本の経済成長予測っていうのは 0.89% ですよ。1% にもならないと。アベノミクスという財政出動と未曾有の日銀による金融緩和によってこの6年間で、財政出動が350兆円、日銀の金融緩和で350兆円、700兆円ものいわゆる国民資産が投入されているにもかかわらずですね、0.89% の経済成長しか達成できない。2% のインフレターゲットがもう7年目標を達成しないという最低の状態がずっと続いているという安倍政権が、なんで景気最高潮のアメリカのトランプと同じ支持率なのかというなんか不思議なことが起こってるわけですよね。これはまあ普通考えれば安倍内閣支持率、共同通信がほとんど毎月のようにやってる、支持率調査の結果がですね、もう完全にインチキだということですよ。このことがこのトランプ大統領の支持率と同じ、これほど景気が悪化し、景気が悪化している中でさらに、消費税を 3% も上げ2% も上げたというとんでもない、安倍晋三内閣がなぜトランプと同じような 43% の支持率を得るのかと。これはもうはっきりしてますよね。共同通信のこの安倍内閣支持率調査の結果が大幅に、かさ上げされていると、水増しされていると。本当の安倍内閣支持率っていうのはせいぜい 10% ぐらいですよ。だから 30% 水増して国民を騙していると。で、世論誘導しているという犯罪ですよね、これね。だからこれはもう共同通信を中心にしてますけど、時事通信もそう、NHK もそう、そして、全国紙、日経、読売、朝日、毎日、産経か、それと系列のテレビ会社と、全部で10グループあるんですよね、日本にはね。それが全部横で連立して連帯して共謀して、国民を騙す内閣支持率世論調査のでっち上げをしているということが今回のトランプとの比較で、ますますはっきりしてきたということでしょうね。ということです。これが最初の画像ですね、今日。この画像、山崎のコメントってことで、大統領弾劾疑惑があるにもかかわらず、最高潮の景気に沸く米国のトランプ大統領の支持率と、最悪の不景気とスキャンダルが続く日本の安倍内閣の支持率が同じ 43% というのはどういうことなのかというまでもなく、この共同通信の安倍内閣支持率世論調査結果はいつものように大幅に水増しされているということなんだと。実際の安倍内閣支持率はせいぜい 10% 程度しかないのに、共同通信は 30% の下駄を履かせて国民を騙して世論誘導してんだと、こういうことですよ。トランプは安倍から分取ったものがあるから上がる要素はあると。だからアメリカの世論調査はまともでしょうね。韓国もそうだしフランスもそうだし、大体世論調査っていうのは
それなりに客観性があって信頼を勝ち取ってるんですけど、日本だけですよ。戦前の大本営発表がそのままそっくり生き残っていると。で、国民は、ほとんどの国民はそれを信じているという、とんでもないことが起こってるんですね。砂月日さん、内閣支持率、ある要素は何もないと。血税の横流しと黒い交際ということですよね。から砂月日さん、毎回ありがとうございます。初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団拉致行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の共有協賛ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。それから砂月日さん、今日のメインテーマですね。市民革命政権が政府、日銀、民間銀行による三位一体の国民資産横領からくりを廃止するとどうなるのかと。今日のメインテーマナンバー2ですね。から翔さんですね、コンティニューコイン2枚ですね。配信ありがとうございます。キララカットさん、お茶爆10ですね。そして今日の放送の前、砂月日さんから韓国でのアメリカ大使に対する抗議行動、マスコミに載らない海外記事ということですね。はい。砂月日さん、桜を見る会を海外メディアがチェリーブラッサムパーティーと名付け一斉に批判と、身内優遇、安倍政権が組織ぐるみで情報、隠蔽ということですね。はい、リテラの記事ですね。ということで、画像が今日の画像が1がそうですね。そして2つ目、これは田中隆作さんの今日の記事ですね。在日の香港人、含めた900名が東京で、デモをしたと。香港人たちは現地と同じように5 demands を示す5を掲げながらデモ行進したという。これは15日ですね。昨日、おとといですね。新橋ということで、香港と同じように黒マスクで、顔を隠していると。500名のうち9割が在日の香港人と。あと1割が日本人ということですね。それで、アメリカのように日本政府も香港人権擁護条約かなを、締結せよと。日本政府は。という要求をしてるんですね。から3つ目が映画ですね。家族を思うときということで、これのポスターですね。これはイギリスと、それからイギリスとフランスとベルギーの合作なんですね。これはイギリスのこの4人家族の物語で、豊かになりたいということで、このお父さんがいわゆる配達の独立個人業者として配達業に進出したんですね。自分の車を買って、そしたら要するに独立零細起業家として、成功すると思ってたんですけど、さまざまなですね、労働、特に、1件あたりせいぜい150円ぐらいしかないということで、1日150件ぐらいの高をしないと、家族を養っていけないという中で家族が崩壊していくという物語なんですね。でそれを支える妻の方が彼女は、臨時の介護福祉士として、パートで働くという、まさに
イギリスだけでなくて全世界が抱えている現在の問題ですよね。ウーバーのイートウーバーの宅配人とか、あるいは日本の宅急便ヤマトとか等々の宅急便でも独立した人たちもいるわけですよね。全く同じような状況になっているというこのポスターです。そして、最後にこの登山家野口健というとんでもないやつですね。これはリテラ、今日取り上げますけど、彼のスポンサーはここにあるように、コスモ石油と東京電力から富士フィルムか違うか、富士だ、富士フィルムで、コスモ石油とか東京電力っていうのはまさに、石油利権、原発利権だから、彼のスポンサーっていうのは、こういう、既存の石油利権、原発利権を持ってる大企業なんですね。だから彼がグレタさんを批判するという背景、あるいは彼の国家主義的な極右ファシスト的な言動っていうのはそういうことなんですよね。一見なんか登山家っていうと環境保護、原発反対、CO2 削減のようなイメージを持ちますけど、彼は逆なんですよね。言ってることが、逆だということですよね。これを、今日のリテラの記事として、取り上げたということですね。砂月さん、コンティニューコインですね。それじゃあ今まで、取り上げたところをアップしますね。表紙です。で、視聴者数ですね。そして今日の画像、内閣支持率、安倍内閣支持率共同通信の世論調査結果、これに騙されてはいけないよと。不支持率 43.0、支持率 47.3 と、そんなはずねえだろうと。で、ちょうど比較するのにいいのがこのトランプなんですね。AFP 日本語版。トランプが今まで、最高の 43% の支持率が出たと。その背景っていうのは、トランプ大統領弾劾が明日ですかね、下院で可決される見込みだという中でも、アメリカの景気が絶好調なんですね。株価も高いということで、トランプの支持率が 43% で過去最高になったと。それじゃあなんで、不景気がずっと続き、これほどのスキャンダルが次々に暴露されている安倍内閣の支持率がトランプの絶好調、景気絶好調のアメリカのトランプと同じ 43% なのかと。そんなことありえないだろうと普通思いますよね。で、これは何かと。で、私のコメントですね。一体どういうことなのかと。これはもう言うまでもなく、共同通信のこの安倍内閣支持率調査結果がいつものように大幅に水増しされていると。
いうことが、特にトランプとの差でと比較するとよくわかりますよね。実際の安倍の内閣支持率はせいぜい 10% しかないだろうと。だから 30% は下駄を履かせてるんですよね。で、戦前並みに大本営発表報道で国民を騙し、世論誘導しているということですよ。だから、共同通信というのは、戦前は日本の陸軍中央が作った満州国に作った満州帝国通信社なんですね。それが前身なんですよ。それが戦後3つに分かれたということで、共同通信と時事通信と電通なんですね。だから彼らがやってることは全く戦前と同じなんですよ。大本営発表なんですよ。謀略なんですよ。これは第一ですね。騙されてはいけないよと。から2つ目が、香港の人たち、在日の香港人と日本人が500名、15日の日曜日に、都内をデモ行進したという写真ですね。田中隆作さんの取材です。から映画ポスター、家族を思うときという宅配の個人事業主として新たな人生を歩み始めた家族の悲劇ですよね。悲惨な状態ということです。それと登山家野口健の背後には原発マフィア、東京電力と、それから石油マフィア、コスモ石油がいるということで、彼は登山家のいわゆる自然派、脱原発、脱石油、石炭のイメージと全く真逆な言動しているという背景は結局そうなんですよね。とんでもないやつですよね、これですね。から今日の映像ですね。これ面白いんですよ。BBC の日本語の字幕がある。これぜひ見ていただきたいんですけど、ブレグジットの選挙結果、どうなってるのかということで、かなりですね、断定的にこの女性の司会者が言い切ってるっていうのが面白いですね。要するにイギリスは完全に国として分断されちゃったと。二度とかつてのイギリスの政治には戻らないだろうということなんですね。イギリス政治は二度と元に戻らないかもという BBC ニュースジャパンで、これはなかなかよくできたドキュメントですね。K さんコンティニューコインですね。12日の A 選挙は勝った側にとっても負けた側にとっても歴史的な結果だったと。しかしそれは国民にどう影響するのかと。ブレグジットはどうなるのかと。ボリス・ジョンソン首相の対象で国民の財布の中身はどうなるのかと。これですよね。だからいいことはないですよ、これ。一つは物流から人の流れが以前ほどスムーズにいかないということで、それが当然ながらイギリスの経済を悪化させますよね。で、2つ目が EU の一員として認められたさまざまないわゆる優遇
措置がなくなるということで、いわゆるイギリスに進出した外国のメーカー、ホンダなんか、日産とかホンダとかトヨタとか等々もやはり撤退せざるを得ないでしょうね。あるいは日本の企業だけでなくて、外国の企業もイギリスから撤退するということで大打撃になるんじゃないですか。これから3つ目がいわゆる、EU 市民としてさまざまな特権を与えられてきたいわゆる移民ですよね。イギリスに移住した移民たちがその特権がなくなるんで、いわゆる外資と同じように、祖国に帰っちゃうということで、労働者が不足するでしょうね。そして4番目が特にEU、フランスとの貿易の窓口である、どこでしたっけ、カーンじゃなくてあるいは北アイルランドとの国境のある北アイルランド、それとユーロトンネルのところですね。そこで、物流が止まっちゃうということで、今までほとんど書類なんかがなくてですね、スムーズに通関できたのがさまざまな通関書類の検査があって、あるいは荷物検査があって、滞ると。そしてヒースロー空港等々でも外国から到着した人たちがビザ等々の検査が厳しくなるんで、滞っちゃうということで、イギリス経済にとっては大打撃でしょうね。で、5番目に、スコットランド独立党が勝ったんですよね。10議席以上伸ばしたということで54議席になったということで、EU 残留を望むスコットランドの独立運動が今までよりももっと盛んになるだろうということで、イギリスが分裂すると、世論が分裂するとともに、国自体が分裂しちゃうという可能性が出てくるということで、イギリス国民にとってろくなことないわけですよ。 EU ブレグジットは。じゃあそのことがわからないで EU に対する反発だけでですね、今回の、ブレグジットは総選挙で、保守党が大勝したということで、1月の末にはもう EU を離脱するというのがもう決定ですよね。後からこれは失敗だったと言って再度 EU に戻るって言ってもなかなか大変ですよね。それはイギリス国民自体が選んだことですから。で最後に労働党の大敗北と、これは一体何かというと、結局二大政党の野党っていうのはその二大政党の枠組みを超えたいわゆる革命的な提案ができないんですよね。だから結局、EU に反発する、反発してブレグジットに EU から独立するんだという保守党に、対して有効な、対抗政策が出せなかったということで、二大政党の枠の中でしか彼らは対応できなかったということが最大の敗北でしょうね。ということです。何でしたっけ。そっか。で今日の映像がそういうことですよね。 BBC、 これはなかなかユニークな映像でしたね。番組でしたね。
そして今日の推薦映画として、イギリス、フランス、ベルギー合作の家族を思うときと。これまだ見てないんですけど、ぜひ見たいと思いますね。これは公開されたばっかですね、13日。ということです。そして、今日の注目情報。これはですね、1日150件の配達でようやく生活ができると、大和下請けの個人宅配便ドライバーが病院配送されるまでという、これは横田さんというフリージャーナリストの記事ですね。12月15日、文春オンラインと。この中にこの映画が出てくるんですね。いわゆる宅配の個人事業主の抱えている問題ということで、まさにこの大和の下請けの人が1日150件やんなくちゃ生活できないということで頑張った末に、脳内出血で、倒れちゃったということなんですね。くも膜下出血で。このルポです。今日の注目情報です。1日150件で1件あたり150円というんですね、手間賃が。それから自動車ガソリン代とかメンテナンスとか等々引かれるから、時給に直すと800円ぐらいしかならないというふうになっちゃうんですね。そして保険も日本の場合は会社の厚生年金、厚生健康保険じゃなくて、国民健康保険、あるいは年金も厚生年金じゃなくて国民年金と言って、完全に差別されてるんですね、日本の場合ね。大企業サラリーマンと専業主婦とか個人事業主とか農家の人、農業の人とか漁業の人とか等々は25年間、年金を払い続けてようやく月6万円とか6万5千円の年金生活できないですよね。ということですね。で、次にそっか、これがあれですよ、 BBC のリアリーということで、この女性キャスターがなかなかいいんですよね。こういう番組が BBC やってるとは知らなかったですね。ということで、時間が今33分35秒と、視聴される方が27名様、全体で53名様で、コメントが19件ということですね。それで、もう最終に近づきましたけど、ジム・ロジャーズさんの日本への警告という本の朗読ですね。今日は57回で、あと1回で終わりなんですね。第5章、これからの時代に勝つ投資の中で、間違いから学ぶという第5章の最後なんですね、これ。2ページ。そして、明日水曜日は休みなんで、木曜日に最後のところ、後書き。これで終わりです。今日のところ読みますね。間違いから学ぶというところですね。ウォール街で仕事を始めたばかりの頃、誰もが私よりも年上で経験豊かに見えたと。彼らは私より多くのことを知っているに違いないと感じたものだと。ところがやがて彼らもたくさんの間違いを犯していることに気がついたと。人間は間違いから学ぶことができる生き物だと。たとえ間違ったとしても、いずれ、物事をきちんと見極めることができれば勝てる。そのことに気づいてから私は間違いを恐れなくなったと。私が以前アメリカのコロンビア大学ビジネススクールで投資に関する授業を持っていたところ、生徒には間違いを犯してもいいという話をしたと。
彼らがどの程度本気にしたかはわからないが、失敗を経験せずに成功するのは不可能だと。私もこれまでに数えきれないほどの失敗をしてきたと。ウォール街でビジネスを始めたばかりの頃は、5ヶ月で資産を3倍にすることができたのだが、そのさらに5ヶ月後、全財産をすっかり失ってしまうと。6つの銘柄の株式に投資し、数ヶ月で2倍になったものの、その全てが倒産したということもあったと。しかし、この時の経験から私は投資には念入りなリサーチが必要だということを学ぶことができたと。そして自分は何も分かっちゃいないという現実を知ったと。何のことはない。私が失敗したのは自信過剰でリサーチを怠ったからだったのだと。間違いを犯すとついそれを誰かのせいにしたくなる。テレビやインターネット、新聞で聞いた話のせいにここで自らの間違いを認め、次からはリサーチをきちんとしようと考えれば勝利に近づくことができると。失敗してもお金を失うことは何も悪いことではないと私は常に人にアドバイスをしていると。優秀なトレーダーは自らが間違いやすい人間であることを自覚しているものだ。間違えたことに気づき、素直にそれを認めることができればすぐに正しい方向へ転換することができると。彼らが優秀なのは間違いからの立ち直りが早いからなのだと。もしあなたが自分の間違いを素直に認められないのであれば、マーケットは厳しい試練を与えるだろうと。けれど同じような間違いを犯すのであれば、58歳になってからではなく、20代の時に間違えた方がいいと。若い時の失敗は多くのことを学ばせてくれ、失敗から立ち直って成功する時間と体力もあるからだと。繰り返すと。間違いを恐れる必要ないと。10の銘柄を買って、そのうち9つの銘柄が値下がりしたとしても、1つが凄まじく高騰すれば成功できるのだからと。投資が成功するには自分というものが分かっていなくてはならないと。どんなに冷静な判断ができ、そしてどんな時にパニックになってしまうのかを知っていれば、きっとうまくやることができると。自分はパニックを起こしているなと感じたら、本書に記した考え方を思い返してほしいと。人の考えに流されず、徹底的なリサーチを行い、自分の頭で考える。こんなシンプルなことを心がけるだけでも、あなたは多くの人より成功を収めることができるんだからということです。終わりですね。第5章終わりと。それであとは後書きですね。これで、この本全部朗読し終わることになります。木曜日ですね。砂月さん、社説、石垣市自治条例廃止案の否決は当然だと。沖縄タイムズ。これを廃止する石垣市長っていうのは自民党系なんですよね。これを議会が市長が廃止しようと思ったんだけど、議会で否決したと。それは当然なことだという記事ですね。ジム・ロジャーズさん。今日読んだところですね。間違いから学ぶと。典型的な安倍晋三なんていうのも間違いだらけなんだけど、学ぶことを一切しないから最悪なんですよね。そして、今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、続きですね。昨日からの続き。市民革命政権が政府、日銀、民間銀行による三位一体の国民資産横領のからくりを廃止するとどうなるのかと。ナンバー2ということですね。で、政府が国債を発行して全てを民間銀行に引き受けさせ、政府が民間銀行に利子を払って借金すると。で、最後には日銀が民間銀行保有の国債を買い取るという、政府、日銀、民間銀行による三位一体のからくりの目的は何なのかと。それは複雑なからくりを通して
政府と日銀が国民資産を民間銀行と彼らが主導する金融経済に国民が分からないように巧妙に、流し込み横領するためなんだと。そういうことなんですよ。だから経路を非常に複雑にして合法化して国民がその目的分かんないようにしてるわけですよね。わざわざね、複雑回帰なこのからくりを。それで、三位一体のこの国民資産横領のからくりとは何かというと、これは昨日ナンバー1で、取り上げましたけど、これの最軽ということで1から10あるわけですね、からくりで。1はまず法律ですね。政府は財務省に国債発行権を認めるという法律を起案し成立させ、発布したと。これは財政法第4条、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行し、または借入金をなすことができるということなんですね。だから公共事業費というのは建設国債ですね、出資金および貸付金の財源、これは財投国債ですね。で2番目、政府は日銀に、貨幣発行権を認める法律を起案し成立させ発布したと。この法律は日銀法の第1条、日本銀行は我が国の中央銀行として銀行券を発行するとともに通貨及び金銭の調整を行うことを目的とすると。で3番目、政府は民間銀行に準備預金制度を認める法律を起案し成立させ発布したと。この準備預金制度に関する法律というのがですね、第1条。この法律は通貨調整手段としての準備預金制度を確立し、我が国の金融制度の整備を図るとともに国民経済の健全な発展に資することを目的とするという、なんだ具体的なことを一切抽象的なことしか書いてないという、正体不明なんですね。これは1957年に岸信介が首相になったと。自民党の首相になった時に最初に導入した法律なんですね。これはアメリカから来たんですよね。準備預金制度に関する法律。そしてその法律をベースにして政府財務省は毎年国債発行すると。で、毎年約200兆円の国債を発行してるんだということで、この200兆円の国債の内訳、一番大きいのが100兆円の借り換え利払い国債ということで、償還期限が来た100兆円の今まで発行した国債が償還期限が来るわけですよね。それが毎年100兆円あると。その100兆円を元本を払わないといけないですね。期限が来たから。で、その100兆円の元本を払う原資がないから、新たに100兆円の借り換え債という国債発行すると。同時に、民間銀行に毎年9兆円の利払いをするということで、全部で109兆円の借り換え利払い国債というのを発行するということなんですね。だから借金を借金で返すと、利子を払いながら借金で返すというとんでもない、タコが上をしのぐために自分の足を食べているというのと同じなんですね。そしてこの100兆円の借り換え債の国債っていうのは一般会計に計上されるんじゃなくて、裏帳簿としての特別会計に計上されるから、一般国民は知らないで隠されてるんですね。
から2つ目、約40兆円の赤字国債と。これは、政府の財政が赤字だということで、大体100兆円、一般会計の歳出規模が100兆円ですよね。で、税収が60兆ですから、40兆赤字になるということで、毎年約40兆円の赤字国債発行して、これを一般会計の財に繰り入れてるんですね。から次に約20兆円規模の建設国債と。これはゼネコンや原発マフィアなど経団連大企業が行う公共事業の財源なんですね。これは一般会計に計上されるんですね。表から約21兆円の建設財投国債と。これは銀行、証券会社、投資銀行などの金融機関への融資財源と。これは裏帳簿、特別会計に計上されるから国民は知らないと、隠されていると。そして、短期国債10兆円、これは政府の日常の業務に必要な財源なんだと。これは一般会計に計上されるということなんですね。そして、政府は発行した全ての国債を民間銀行に引き受けさせるということですね。で、民間銀行はこの国債の総額に等しい資金を政府に貸し出すと。だから国債を担保にして民間銀行から借金するわけですよ。200兆円の借金と。じゃあ民間銀行は200兆円もの資金を持ってるのかということなんですけど、民間銀行の預金残高はだいたい1000兆円あるんですね。ですから十分政府国債に対して200兆円の貸し付けは可能なんですね。そして、当然ながら借金しますんで、政府は国債の利子を毎年9兆円払っているということなんですね。そして最後、日銀は民間銀行が政府から買い取った国債を日銀が貨幣発行して買い取ると。で、日銀が民間銀行から買い取った国債の総額は470兆円になると。これは今年の3月末ですね。結局、政府が国債を発行して民間銀行に、買い取らせ、利子を払って借金をすると。で、民間銀行は政府のから買ったですね国債を最終的には日銀が買い取ってくれるという保証があるわけですよね。で、日銀は貨幣発行権を持ってますんで1万冊を増刷して、民間銀行から国債を買い取ると。それが今年の3月末段階で370兆円の国債を買い取ったということなんね。で、この国債を資産計上するんですね。その結果、日銀の総資産というのが全部で570兆円にもなるということで、GDP540 兆円を上回っちゃうと。そして、米国の中央銀行 FRB の世界最大の総資産を持っている FRB をも抜いちゃって世界一になっちゃったということでね。で、結果日本政府の借金残高は1100兆円まで膨らんだと。今年の3月末で日本の GDP の 2.36 倍までになって世界最悪な状態になっていると。これがこのからくりとその結果なんですね。で、次に、
新政権ですね、市民革命政権が三位一体のこの国民資産横領のからくりを廃止するとどうなるのかということなんですね。と1、日銀が政府に直接必要資金を貸し出すことで、政府が毎年約200兆円の国債を発行して民間銀行に引き受けさせる必要はなくなるんだと。政府による国債発行を廃止するということなんですね。そして民間銀行による国債引き受けを廃止するということが可能になるわけですよね。で、政府が必要な資金というのは消費税を廃止し、金融経済への課税によって賄うと、新政権は。ということは、具体的に言えば 10% の消費税廃止によって約20兆円の可処分所得が増加するわけですね。国民一人一人の可処分所得が全体で約20兆円です。その結果、おそらく 2% ぐらいの経済成長が可能となるということですよね。そして、同時に消費税を廃止すると同時に金融経済に課税するっていう。そうすると日本の場合約9500兆円の金融取引があるんですね、毎年。これに対して 5% の金融取引税を課税すると 5% ですから475兆円の新たな税収が生まれると。で、従来の一般会計の税収100兆円プラス新たな税収475兆円、計575兆円の税収によって、新政権の公約が実現できるんだということで、1番ベーシックインカム、これは最低生活保障給付金制度、貧困の撲滅ですよね。から2つ目、子ども手当の制度、これは子どもの貧困の撲滅と。から3番目、教育の無償化、これは知的社会の実現のため必要と。4番目、返済義務のない奨学金制度の導入と。これは学問を受ける自由の保障と。から1、2、3、4、5ですね。政府の借金1100兆円を返済すると。で、これは無借金社会の実現ということなんですね。そして、政府が毎年、民間に支払う約9兆円の国債利子はなくなるわけですよね。だから9兆円の支出が節約できると。それから国債を発行するのを廃止することによって、裏帳簿、特別会計が廃止される。で、一般会計に統合されるんですね。で、特別会計から毎年支出されてきた約50兆円の特殊法人援助金は廃止されると。これ官政経済、日本の経済の特徴である官僚が経済を統制するという社会旧ソ連みたいな、いわゆる国家官僚、経済をやめるということなんですね。だからおそらく毎年50兆円の裏帳簿から各種特殊法人に資金が流れて、日本の官政経済、官僚統制経済を作ってきたと。これをやめるということで、約50兆円の支出が節約できるんだと。で、結果、官僚主導経済から民間主導経済への転換が可能になると。金融経済を縮小させると。実体経済中心の資本主義の新たな段階、共有共生人間資本主義と。これは私が呼んでるこの段階に進歩できるんだということですね。で、最後に、新政権が剥奪する
6つの信用創造特権とは何かということで、1、日銀を 100% 国有化して全ての決定権を衆議院の日銀経営委員会に移管し、日銀が独占する貨幣発行権を剥奪すると。で、日銀による貨幣発行、日銀の貨幣発行による信用創造は自他経済のためのみに使われ、金融経済の使用は禁止すると。から政府財務省が独占する国債発行権を剥奪すると、廃止すると。から投資銀行による金融派生商品、デリバティブ販売を禁止すると。から金持ちと銀行が永遠に超え太る金が金を生む金利を廃止すると。6番目、政府と官僚と銀行と大企業の私的財布となっている特別会計を廃止し、一般会計に繰り入れて透明化するというのが今日のメインテーマですね。ということで、砂月金さん、田中龍作ジャーナル、安倍独裁の日本で香港人権法を求めということですね。から社説日米、これは読みましたね。自治条例廃止を否決ですね。石垣氏がですね。ということで、今日のメインテーマのポイントだけでもちょっと長いんですけどね。鈴木、なんでこんな複雑なからくりを作ったのかということですよね。だから政府が国債を発行して全てを民間銀行に引き受けさせ、政府が民間銀行に利子を払って借金すると。で、最後には日銀が民間銀行の国債を買い取るという、なんでこんなめんどくさいことをわざわざしてんのということですよね。中央銀行が直接政府に金出せばいいじゃないですか。政府、日銀、民間銀行による三位一体のからくりの目的は何なのかと。それは、複雑なからくりを通して政府と日銀が国民資産を民間銀行と彼らが主導する金融経済に国民が分からないように巧妙に流し込み、横領するためだと。そういうことなんですよ。非常に巧妙にできてるんですよね。合法的に。で、三位一体のからくりとは何かと。1、これ法律ですね。政府が国債発行権を財務省に認める法律を自ら起案して国会で成立させて発布したと。これが財政法の第4条なんですね。国債発行できると。から2つ目が、政府は日銀に、紙幣発行権を認める法律を作成し成立させ、発布したと。日銀法第1条。日本銀行は我が国の中央銀行として銀行券を発行するとともに通貨及び金融の調整を行うことを目的とするという日銀法ですね。1988年からなんですよ。橋本首相の時に作ったんですね。
で、政府は民間銀行に、純預金制度を認める法律を起案し、発布したと。この純預金制度とは一体何なのかというわけのわかんないものです。ここを認めるだ。認めるがないんですね。認める。この法律は通貨調整手段として純預金制度を確立し、これですね、法律を作ると。そして政府財務省は毎年200兆円規模の国債を発行すると。この内訳ですね、国債。借換債っていうのが100兆円、利子が9兆円。で、これが特別会計に計上されるから国民の目には触れないと。だから毎年100兆円の国債発行して銀行から100兆円を借りて、期限が来た国債の償還をしてるということを知っている国民はほとんどいないんじゃないですか。から2つ目が赤字国債と。これはまあ一般会計の方に計上されるから国民の目に触れるんですね。から20兆円の建設国債ゼネコン、これも一般会計ですね。そして21兆円の財投国債、これは銀行、証券会社、投資銀行などへの金融機関への財源、援助財源、これは特別会計に計上されるから国民は知らないと。で、10兆円の短期国債、これは政府の日常業務に必要な10兆円も必要ねえだろうと。これは一般会計に計上される。で、次に政府は民間銀行に全ての国債を買い取らせると。民間銀行は、国債の総額200兆円を貸金として政府に貸し出すんですね。で、200兆円も民間銀行金があるのかというと、預金者からの預金総額は1000兆円以上になってるんですね。で、利子を払うと。国債の利子9兆円払うと。政府は。から日銀は最後に民間銀行の国債を買い取ると。貨幣発行特権を利用して買い取ると。一万円札を吸って増刷して買い取るわけですよね。
で、470兆円の国債を買い取ったんですね、日銀は。その結果、日銀資産というのが世界一になっちゃったと。資産計上するんですね。FRB よりも資産膨張していると。で、このからくりの結果、日本政府の借金残高は1100兆円となり、GDP の 2.36 倍、世界一最悪な借金大国になったということですね。それじゃあ、新政権がこの三位一体のからくりを廃止するとどうなるのかと。最初、200兆円の、国債を発行する必要がなくなるんだと。政府による国債発行の廃止ですね。民間銀行による国債の引き受け、がなくなるということですよね。から2番目、政府の必要資金は消費税を廃止して金融経済の課税によって賄うと。消費税、10% の消費税とは約20兆円ですから、20兆円分が可処分所得として国民の家計を潤うわけですよね。ですからその半分が消費に回ったとしても 2%、経済が 2% になると。から金融経済取引、日本の場合は9500兆円の金融経済取引に対して 5% の金融経済取引税を導入することによって新たに475兆円の税収が生まれると。だから従来の一般会計税収100兆円と新たな税収475兆円によって政権公約を実現すると。で政権公約とは何かというと、ベーシックインカムですね。から子ども手当、子どもの貧困撲滅、それから教育の無償化から返済義務のない奨学金の導入と。教育の無償化っていうのは知的社会の実現と、から返済義務のない奨学金の導入っていうのは学問を受ける権利の保障と、から政府の借金1100兆円の返済と、これは無借金社会の実現ということですね。と、どのぐらい利子を払う必要ないから9兆円の支出が削減されると。それから国債発行廃止によって裏帳簿が廃止され一般会計に統一されると。これが日本の最大のタブーなんですね。すべて透明化されると。で、裏帳簿によって毎年約50兆円もの税金がですね、
特殊法人に流れて日本経済を官僚主導経済にしてたんですね。これを廃止することによって50兆円が節約できると。そして、官僚主導経済から民間中心経済に転換するんだということですね。その結果、金融経済が縮小すると。実体経済中心の新たな資本主義の段階、共有共生人間資本主義の段階に進歩できるんだということなんですね。そして、新政権が剥奪する6つの信用創造特権とは何かと。日銀を国有化し、すべての決定権を衆議院の日銀経営委員会に移管し、日銀が独占してきた貨幣発行権を剥奪すると。そして、日銀による貨幣発行、日銀の貨幣発行による信用創造は実体経済のためだけに使うと。金融経済への使用は禁止すると。これが重要ですよね。そして政府、財務省が独占する国債発行権を廃止すると。それから民間銀行による無から金を生む準備預金制度を廃止すると。これは預金者の預金の 1% を中央銀行に預託すると瞬時に100倍の余震が生まれると。それに高い金利をかけて、ありとあらゆるものを借金付けにするというこの準備預金制度を廃止するんですね。から投資銀行によるデリバティブの販売を禁止すると。これが金融恐慌の元になってるんですよね。から金持ちと銀行が永遠に超え太る金が金を生む金利を廃止すると。そして政府と官僚と銀行と大企業との私鉄財布となってきた特別会計を廃して一般会計に統一すると、一元化すると。だから特別会計も信用創造だったんですね。特権だったんですね。ということです。現在1時間13分ですね。23名様、全体で91名様、コメント61件ということですね。で、今日のトピックス、これ、萩生田文科省に、醜聞、殺人事件会社から政治献金の衝撃という日刊現代の今日付、これはスクープでしょうね。なんか八王子の会社が起こした殺人事件、その会社の会長がこの萩生田の講演会の会長だったということで、これは大スキャンダルですね。ビルメンテナンスの会社だ。で、問題の会社は萩生田大臣の地元東京都八王子市にあるビルメンテナンス会社。殺人事件が起きたのは2014年6月だと。社員3人が知人男性当時33歳を市営プールに呼び出した上、バットで殴打して、殺害し、プール近くに遺体を埋めたという。市営プールがこのビルメンテナンス会社が八王子市から指定管理業務を請け負っていたと。当然、ビルメンテ会社は2014年9月八王子市の請負業務に関わる指名停止処分を受けたが、不可解のはわずか3ヶ月で処分が
あ解除されたと。これはもう萩生田の介入なんですよね。しかもちょうど処分が解除された2014年12月5日、ビルメンテナ会社は萩生田大臣に100万円もの献金をしていると。処分解除と献金100万円にはどんな関係があるのかと。お礼でしょ、これ。で、ビルメンテナンス会社の会長は2017年2月のブログにも、久しぶりに自民党本部に行ってきたと。そして自民党幹事長代行の萩生田光一衆議院議員と会ってきたと書き込んでいると。殺人事件の後も親密な関係を続けていたんだろうと。これですね。これはもう決定的なあれじゃないですか。それからお答えを控えると。安倍政権の答弁、悪夢の民主党政権の4倍、12年165回が19年420回と。これは毎日新聞ですね。これもなかなかいい記事ですよね。から3つ目、採点業務61億円受注、ベネッセ子会社まるで謎の秘密結社ということで、ペーパーカンパニーだったんだと。これ、日刊現代。全然実態が分かんないですね。実態がないペーパーカンパニーが61億円の受注してたという。とんでもないな。ベネッセですよ、ベネッセ。安倍とベネッセとの関係っていうのは、安倍と、家計学園とか等々と同じ関係でしょう。から安倍独裁の日本で香港人権法を求め、香港ナーがデモということで、これは田中隆作さんですね。今日の画像で紹介しましたけど、デモ500名のデモ。そしてこれはハンギョレ新聞、若者の75% が韓国を離れたいという。すごいですね、韓国も。若者の閉塞感があるんですね。75% ですって。そして今日の重要情報、グレタさん攻撃の登山家野口健のスポンサーは飛行機燃料も販売するコスモ石油、電力業界の広告で再生エネルギー批判もということで、リテラマイナス4。ということですね。時間が1時間19分06と。視聴される方が同時期で34名様、全体で98名様、コメント67件と。からたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきました。ありがとうございました。ということで今日火曜日の放送はこれで終わりですね。時間が今日予定通り、9時に始まりましたんで、現在日本時間の10時24分ということで、非常に早いですね。楽ですねお互いに。ということで今日火曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメント等々いただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。明日水曜日は
語学研修のためお休みなんで、木曜日ですね、よろしければまた合流してくださいということで、今日の放送終わります。お疲れ様でした。